こんにちは、MD ジャックです。気温が高くても湿度が低いとカラッとして過ごしやすいんですが、湿度が高いとかなりぐったりしますね。こんにちは、愛です。クーラーのある場所にいすぎると体が冷えて調子悪くなります。適度に汗をかくことも大事ですね。さて今回は、またレッドシュアーだ。D13 ダイナミックドライバーモデルですね。ダイナミックドライバーの D、ドライバー口径が 13mm で D13 なのかね。だとしたらシンプルなネーミングで覚えやすいわ。S12 がとても良かったんで D13 を聞くのが楽しみだったんだけど、音質については後半で。では早速見ていこうか。はい、そうしましょう。まずは価格から。 Amazon だとクーポン利用後価格が15,000円ぐらい。レッドシュアーウェブショップだとメールアドレスを登録して有効期限付き 10% オフのクーポンを利用して15,000円弱ぐらい。お得になっているようですけど、愛のお財布にはちょっと厳しいかな。そっか、15,000円で買う気ならもう少し頑張って S12 を買う選択肢もあるね。それもっと厳しいんですけど。ごめん。でもスペックやギミック、音質を考慮すると納得という感もあるわ。まだ軽くしか聞いていないので、後でもう一度聞いておきます。頼むね。ついでにあれとも比較しながら聞いておいて。これですね、了解です。ボディはアルミ合金で割と軽め、サイズも小ぶり、タンクボディというにはちょっと薄め、タイヤみたいな感じ。耳に当たる側の形が自然で装着感もよく、耳からはみ出さない。値本もいけるかな。ほんと、小さめて軽いです。このフィット感、いいですね。だよね。そして3つのベントホールがある。これ結構大きいよね。ベントホール自体は珍しくないですけど、確かに大きめというか、3つですか。3連といえば。ジェットストリームアタックか。家のドムのプラモは1個しかないからアタックできないけどね。ドムって何ですか？おい、知ってるくせにネタまで振ってきたくせに。まあそれは置いといて、このベントホールが効いてるんですね。そういうこと。そしてこの丸っこいボディに 13mm カスタムダイナミックドライバーが搭載されてる。振動板素材は DLC。愛がよく使ってるクレンジングオイルですか？またすっとぼけてるよ。それは DHC でしょうが、こっちは DLC。ダイヤモンドライクカーボンの略。ダイヤモンドのように硬質なカーボン素材。振動板は軽く硬質で薄い方が応答速度が良く、性能が良いとされてるわけ。振動板に巻きついたコイルに電気信号を流して磁力を発生させて、内部マグネットとの引き付け、反発作用が駆動力になって振動板が振動して音が出る。内部マグネットにはカスタマイズされた N52 ネオジム磁石が使用されてて、これが強力。記憶に新しいところではムーンドロップ、アリア2にも N52 ネオジム磁石が使われてたはず。なんか強そうですね。強いよ、強だよ。あとチューニングノズル付属なので中広域から広域の音質調整ができる。後で波形見ながらお話しします。それと感度がすごくいいのでスマホ直差しで全然問題ないけど、 D13 の力を引き出すには USB ダック経由の方がいいかな。聞き比べてみてそう思った。ただ無線化した場合、広域の出やすいイヤピをつけてるとホワイトノイズがほんの少し気になった。曲感にならないとわからないレベルだけどね。 D13 は小さくて装着感が軽いから無線化して外に連れ出すには適してると思う。本体が小ぶりな分、イヤーフックの長さに少し余裕があるものの方がフィット感は上がるね。ではそろそろ音質比較動画に行きましょう。今回は2つのチューニングノズルの比較、そしてゲストでもう1モデル S12 に登場してもらいます。ちなみにいつもより違いが分かりにくいのでフォトチェンジのタイミングを長くとっています。ではどうぞ。音量上がります。
D13 の2つのチューニングノズル装着時の比較波形です。皆さん、違い、わかりました？実機でもパッと聞いた感じ、かなり似てるので、収録音だと難しいかもしれませんね。そうだね。比較動画で音チェンジのタイミングを長くしたのは、微妙な違いの場合、しばらく聞いた後にチェンジした方がわかりやすかったから。実機比較でもこの帯域が中心でメロディーを取っていないとわかりづらいけど、違いは確かにあった。イヤピの調整では2から4キロで狙って変化をつけるのは難しいので、チューニングノズルの交換でこの帯域の変化をつけられるのはいいんじゃないかな。6キロ以上はイヤピで調整できることが多いので、チューニングノズルと組み合わせると物理的な音質調整の幅は結構あることになる。そうですね。なんか楽しいですね。チューニングノズルはどちらが良いというんじゃなくて、曲やアルバムがどんなミックスになっているかで気に入った方をセレクトですね。そうそう、そんな感じ。低域は波形だとそれほどでもないように見えるけど、聞いた印象では存在感あるね。バスドラのキックの量感とタイトさの感じがいいな。低中域から中域はあまり減衰せず、200から 300Hz あたりが削られていないので、スネアの胴鳴りの部分なんかもしっかりしてる。ここが極端に削られると、スネアがペチペチして、なんかパンチがなくなる。一聴した印象は弱ドンシャリ傾向で、好きなバランス。バランス重視なジャックさん好みのチューニングですね。やや重心は低く感じるけど、悪くない。中高域から小域にかけては2キロ付近をしっかり出しているので、4キロ付近は少し抑えてバランスをとっているように見える。5キロ以上のカーブはよく見る感じだけど、しっかり出てる。波形測定の前の箱出し最初の主張で、あれこれ聞いたことあるって思ったんだよね。ですよね。さっきジャックさんがあれとも聞き比べておいてと言われたモデル S12 にすごく似てますよね。波形比較ではこの通りかなり似てる。S12 のチューニングを DLC 搭載の D13 に落とし込んだように思える。実機では S12 の方が曲の中でバックの楽器の音の聞こえ方がよりはっきりしてるけど、 D13 もそれに近い。差はあるけど優劣ではなく好みの問題かと。15キロ以上にピークがある S12、プレイナードライバー搭載の他モデルでも10キロ以上でこの傾向が見られて、これがプレイナードライバーの特徴なのかも。このタイプの波形、ピエゾドライバー搭載モデルでも見た覚えがある。音ははっきりで近め、ハイハットが一回り外側から聞こえてきて、音の遠近が感じ取れるので、サウンドステージは広めに感じる。分離も結構いいと思うけど、比較する相手が S12 だとさすがに一歩譲る感じ。ドライバーの駆動方式が違うから本当は比べちゃかわいそうだけど、速いタム回しとか聞いてるとちょっと曖昧さを感じる。でも音楽として聞いた場合、D13 の分離で十分とも言える。S12 を持っている場合、D13 はあった方がいいですか？ドライバー構成が違うから一括りにはできないよね。感度のいい D13 は扱いやすいし、 S12 ライクな病棟は魅力。チューニングノズルで質感の微調整も可能なんてところも考慮すると、 S12 の音質が気に入ってたら D13 もあってもいいんじゃないかな。無線化して外に連れ出すのにいい感じだし。愛にはちょっと手が出ない価格ですけど魅力的ですね。そんなわけで D13 はちょっとお高めな価格設定ではありますが、 DLC ダイヤフラムの 13mm ドライバー、音質、調整ノズル、感度の良さから来る扱いやすさで、個人的にはすっかりお気に入りのモデルになってしまい、その中でも上位に来るモデルです。ということで DLC ダイヤフラム 13mm ダイナミックドライバー搭載モデルレッドショアー D13 のレビューでした。ではこれから D13 を無線化してウォーキングに行ってきます。はい、いってらっしゃい。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。